ミルトンチャンネルです。今日はエブリィのバックドアの内張りを加工して靴やサンダルを収納できるスペースとバックドアの開閉ができるシステムを DIY しました。その作ったシステムがこちら。この DIY、ワンタッチ1秒でドアの内張りを外すことができ、靴とサンダルを収納、車に穴を開けることなくドアの開閉ができるようになりました。制作費は約800円。小1時間でできる DIY。車中泊の QOL が爆上がりするので、施工してめっちゃ良かったです。これまで私は車中泊をする際にいつも運転席側から後部座席に移動していました。車中泊時はご覧のように運転席と助手席のヘッドレストをフロントガラスのダッシュボードの上に置き、後部座席側へ移動。こうすることでそれほど苦労することなく移動できていたのですが、今日はこのバックドアの内張りをワンタッチで取り外せるようにして、靴の収納とバックドアを内側から開けられるようにして、もっと便利に使えるように改良します。これまでこの部分はこのように車内の中側から開くように細工をして、これはこれでとても便利だったのですが、車中泊をバックドアから出入りする際にこのような靴箱を使って車外に靴を出して使うのは結構めんどくさいので、こういった靴箱や靴を運ぶ手間を減らすために、この部分に靴やサンダルを入れられるように仕込んでみたいと思います。このバックドアの部分の内張りはこのようなダイソーで買ったスクレーパーを使って外すと簡単に取り外すことができます。このように内張りはこのようなプラスチックのビスのようなもので刺さっているだけなので簡単に外すことができます。バックドアを外すボタンを押してドアを開けて下の方のビスも外していきます。無事取り外せました。これは内張りをこのように入れて引っ張って外すだけなのでとても簡単です。で、よく見るとこのように外れている部分もあるんですが、こちらのように根元から取れている場合もあるので、そういった場合はこのちょっと小さめのスクレーパーを使うと簡単に取り外すことができます。このように少しこのビスの部分をこちら側に押します。そしてこの部分に隙間にスクレーパーを入れて取り外します。これで外れました。このように取り外したビスはこの穴の部分からこのように入れて上に上げてあげるだけで元に戻すことができるので、後でこの施工が嫌になって戻すこともできます。今はこのビスがあると施工しづらいので、一旦これを全て外して保管しておきます。断熱のために貼ってある純正のビニールシートも外します。この内張りを剥がした部分に、ちょうどバックドアの部分は鉄でできておりますので、このように小さいネオジム磁石をこの内張りの部分に貼り付けていって、このようにワンタッチで取り外せるような仕組みを作ってみたいと思います。ちょっとうまくいくかどうかはわからないんですけども、とりあえずチャレンジしてみます。で、この磁石を仕込むにあたって、磁石を仕込める部分がこのように凹凸がついている部分がありますので、このなるべく凹凸の一番外側の部分にこの磁石がこのように来るような感じで貼り付けたいので、この内張りの部分にもビニールの部分を少し切り取ってマジックで印をつけた部分に貼り付けていきたいと思います。イメージ的にはこのビニールシートのギリギリのラインに貼り付けていくようなイメージになります。取り外した内張りにダイソーで買った強力マグネットを貼り付けていきます。この製品は8個入りで100円なんですが、280ミリテスラというかなり強力なマグネットで、材質が
ネオジム磁石という材質でできています。8個入りのものを6セット買ってみたのですが、もし足りなければまた買い足して貼り付けたいと思います。貼り付けに使うのは、これもダイソーで買った強力瞬間接着剤超速乾タイプ。実はこれ液状タイプのものとゼリータイプのもの2種類あるんですが、液状タイプの方が乾くのが早くて接着の速度も速いので、こちらを使って接着していきます。このマグネットセットは普通にこのように手で剥がしてしまうとこの磁石がとても取りづらいので、ハサミでこのようにカットして取り外していきます。取り外し方はこのようにセロハンのようなもので留まっていますので、これを取って使っていきます。このタイプはこのようにとても小さいので、ハサミのような鉄の部分につけておくと接着が楽にできます。磁石の貼り付けに際してこのように内張りのマチの部分のこのように少し樹脂の部分が長い部分がありますので、ここをハサミでカットしておきます。瞬間接着剤で磁石を貼っていきます。まず磁石の上に接着剤を垂らす方法を試したのですが、これは結構いまいちでした。ネオジム磁石が小さすぎて接着剤を乗せにくく、手に接着剤がつきそうになるので、この方法はあまりおすすめではありません。磁石の貼り方なんですが、ボードの上に直接接着剤を置いてその上に磁石を乗せる方が楽そうなので、このやり方で接着してみます。結論から言うと、このやり方の方が楽に接着できました。また作業をしていて気づいたのですが、ホチキス止めをしてある針の部分に磁石を近づけて固定しようとすると、そのホチキス部分に磁力でくっついてしまい、うまく接着できなくなります。もしこの施工をされる方は、あまりホチキスに近づけすぎない方がより楽に接着できると思います。映像のようにホチキスの芯に近づけて接着しようとすると、ネオジム磁石は強力なので針にひっついてしまいます。このような失敗を何度かやらかしたので、ホチキスの打ち込まれているちょうど真ん中に磁石を設置するとうまく接着することができました。で、この手の磁石を貼っていく順番なんですけれども、磁石が表面か裏面かによってこの接着のしやすさが変わってきます。わかりやすく磁石の片面にマジックで印をつけてみます。で、このように隣り合った磁石をこのままくっつけてしまうと、こちらの向きだとこの距離でも問題ないんですけれども、これを先ほどマジックで印をつけた位置にしてしまって横に並べてみます。このようにマジックで印をつけた方をくっつけると、磁石同士が反発してかなり近くなっても安定しているんですけれども、これをひっくり返してひっつけていってしまうとこのようにくっついたりしますので、このように2個並びでつけたい場合は同じ極を向けてもいいんですけれども、少し離してつけたい場合はひっくり返してつけると同じ距離でこのように保ってくれますので、そういったところを注意して貼っていただくと貼りやすいかと思います。はい、ネオジム磁石を6セット貼り付けたんですけれども、ちょっとこの辺り貼り足りていない部分があるので、あと2セット買ってきました。これをすべてこの辺りにもう少し補強して貼っていきたいと思います。特にこちら側は上の方になるので、こちら側を重点的に貼っていきたいと思います。ネオジム磁石を瞬間接着剤で接着を終えました。で、このように触ってみても取れるような感じもないので、これはこれでいいと思うのですが、横から見るとこのように底面だけがくっついている状態なので、もう少しこの磁石を補強させたいので、以前カーテンに磁石を接着する際に使ったレジン液を使って、この磁石の側面をレジン液で固めてこの接着を補強したいと思います。こちらのレジン液は
20g、ダイソーで300円で購入しました。このレジン液を固めるのに使うのがこちらの UV ライト。こちらもダイソーで200円程度で購入しました。モバイルバッテリーがあれば動きます。UV レジンを側面につけていきます。UV ライトで固着させていきます。数十秒で固着できるようです。ざっくり時間を計ったところ、約30秒ほどで固定できていました。このダイソーの UV ライトは自動で電源が切れてくれるので分かりやすくて楽です。この UV ライトはちょうど30秒ほどで電源が切れるようになっていました。以前はレジンを固める際にこのセリアの UV ライトを使っていたんですが、こちらのダイソーの UV ライトの方が3つ同時で接着できるので価格は200円ですが、こちらの方が3個同時で磁石を固めることができるのでかなり時間短縮できます。この磁石で2個つけた部分も固定していきます。はい、このようにレジンでバッチリ接着を終えました。このように手でこすったりしても磁石が外れることはありません。いい感じです。この磁石を含めた内張りの重さは 1.51kg、タブレットよりやや重いぐらいの重量です。この内張りを実際に車に装着してみます。実際につけてみます。で、この内張りがドアの開閉で落ちてこないかチェックしたいと思います。フルスイングで締めてみます。内張りが外れる気配はありませんが、念のため 2,3 回やってみます。全然問題ないですね。こんな感じでワンタッチで取り外すことができます。はい、でこの内張りを外した部分なんですけれども、このように私は住宅用の断熱材アクリアというのを入れてまして、ここに靴ですとかサンダルを仕込めるようにこの断熱材一旦取り外してみたいと思います。でこの断熱材を取り外すことによって若干断熱効果が落ちるとは思うんですが、1、2箇所程度なのでとりあえず試してみたいと思います。でこの断熱材を取り外したこのバックドアの部分、実際にこの部分がどのぐらい奥行きがあるかっていうと、約6センチの奥行きがあります。なのでブーツはさすがに厳しいんですが、薄手の靴ですとかこういったビーチサンダルだと簡単に入れることができます。でこのような形でビーチサンダルを入れた後にワンタッチで内張りを戻すことができます。また取り出しもとても簡単で、車内でこのように内張りを外してしまえば、あとはビーチサンダルを取り外してドアの開閉ボタンを押せば、このように開けてビーチサンダルを外にセットすることができます。こういった使い方でしたら、夜中急にトイレに行きたくなってもサンダルを外に置きっぱなしにすることなく、スムーズに夜トイレに行くことも可能です。このバックドアの隙間なんですが、私の靴のサイズはだいたい 26.5 センチから27センチなので足が大きい方ではあるんですが、こういったマリンブーツのような少し薄手のものでしたら問題なく入れることができます。隙間的には靴を入れても3センチ程度余裕があるので、多少甲の高い靴でも入れることができますし、このような形で左右2箇所に靴を収納してしまえば1足分靴を入れることができます。またこの内張りをワンタッチで外せるようになって、
もう一つメリットが生まれました。それはこのバックドアを開ける仕組み。実は私のバックドアはこの部分にワンタッチで開ける仕組みにしてあって、この棒の部分を下に押し込むことによってドアが開くようになっているんですが、実はこの棒を使って下に押し込む仕組み、この部分のこの黒い部分にアルミ棒をこのように結束バンドで巻きつけて下に押し込める仕組みにしてあって、実はこの内張りを簡単に外せることによって、この黒い部分を下にこのように押し込むと、このようにドアが開く仕組みになります。なのでこのワンタッチで内張りを取り外せる仕組みにすることで、バックドアもこういった棒を施工することなく開けることができるようになります。本当にワンタッチで戻りますので、すごく簡単で楽です。このように磁石を取り付けた後も、この内張りが多少 1,2 ミリ程度浮き上がってはいるんですけれども、それでもこの内張りをビスで留めていたのとほとんど変わらないですので、これはすごく便利になったような気がしています。バックドアを開けっぱなしにしてても、手でこのようにちょっとこづいたぐらいではこの内張りが落ちてくることはありませんので、この施工はワンタッチでこのように取り外せますし、取り付けも片手でできるのでかなり楽です。で、この部分についていたこの断熱用のビニールなんですけども、この部分に直接貼ってしまえば、このような隙間からの風や空気の侵入が少なくなると思いますので、この部分に貼っておきたいと思います。このシートを貼ったままここに戻せるか一応やっときます。問題なく貼ることができました。いい感じですね。やっぱり気になる隙間はほぼありませんので、かなりいい感じです。これまではこの場所でまず靴を脱いで、ここから立ち上がって車内に入っていく必要がありました。この入り方地味にめんどくさいんです。今後は靴をあらかじめ外に置いてなくても、このような形で内張りさえ取り外してしまえば、こんな感じでめっちゃ楽になります。また車の中からこのバックドアのロックをかけたい場合は、この緑色の部分を右側にこのようにやってあげるだけで、この部分を押してもドアが開かなくなり、ロックがかかります。ロックを解除したい場合は反対側で、この緑の部分を左側に寄せるだけでロックが解除になります。めちゃくちゃ簡単です。またこの断熱材を入れている部分、人によってはこの断熱材いらないという人もいると思いますので、こういったところを有効活用して収納スペースとして利用することもできそうです。今回行ったこの施工、磁石をつけるだけの簡単な作業で、金額も800円程度で DIY 可能です。個人的には車中泊での快適性が爆上がりしたように感じましたので、施工して本当に良かったです。今後この仕組みを車中泊で使うのが楽しみになりました。ここからは番外編です。実は今回生まれて初めてのことをやってみたくて、プロのデザイナーさんにお願いしてオリジナルのパーカーを作ってもらいました。カラーは白と黒、背中には私がよく使う DIY の工具のイラストがバックプリントされていて、エブリィは窓が完全遮光に見えるように両方とも真っ黒にしてもらいました。また先日伺った静岡の友人に翻訳をしてもらって、ポルトガル語で車中泊を意味するバーモスフィカのカホキエウマイスコンフォータビルと入れてもらって、これは直訳すると車でもっと快適に過ごそうという意味なのですが、ポルトガル語には車中泊という言葉がないので意訳してもらいました。また今回はせっかく作るので着心地と見栄えが良い素材になるよう生地にもこだわりました。
そこで選んだのがヘビーウェイトのスウェット素材。ヘビーウェイトとは6オンスから7オンス以上の重さのあるパーカーを指すのですが、良いパーカーにしたくて10オンスの肉厚な生地で仕立ててもらいました。生地は綿 100%、 裏地はパイルになっているので吸湿性が高くオールシーズン着れる素材。身長173センチ、中肉中背が実際に着てみるとこんな感じ。白い方も黒い方もかなり気に入りました。個人的にかなり気に入ったパーカーに仕上げてもらえたので、今後車中泊や DIY をするときに着て過ごそうと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。